こんにちは。今回はハリーポッターを超える世界的ベストセラー、イギリスのハリー王子のエッセイをざっくりご紹介します。まず最初にお伝えしたいのが、私は世界中の多くの人と同じで、イギリス王室の誰かを特に推しているわけでもディスっているわけでもなく、できれば皆さんが快適な人生を歩んでほしいと願っているということです。それでは早速始めましょう。ハリー王子は最近戴冠式をしたチャールズ国王と故ダイアナ元妃の次男です。本名は日本で呼ばれているヘンリーですが、ハリー王子と呼ばれています。兄弟はお兄さんのウィリアム皇太子、ハリー王子は本の題名にあるように後継者のお兄さんのスペアと幼い頃から言われてきたそうです。2人が12歳、15歳の時にお母さんのダイアナ元妃を交通事故で亡くしています。メディア、いわゆるパパラッチに追跡された末の痛ましい事故でした。今回の動画ではハリー王子の幼少期や青年期は割愛して、メーガンさんとの出会いから現在までにフォーカスしてざっくりとお話しします。なぜなら私がネットフリックスでドラマスーツを視聴し、その後同じくネットフリックスでハリー&メーガンを視聴して、個人的に恋愛の部分が気になるテーマだからです。繰り返しお伝えしますが、それらを見たからといって特にどちらかだけを推すというわけではありません。私は世界中の多くの人と同じで分断を望んでおらず、王室の皆さんそれぞれの平穏な人生を望んでいます。さて、2016年の夏、ハリー王子は友達のインスタを見て、友達と一緒に写っている女性が気になりました。その女性が誰かを教えてもらい、紹介してもらいました。相手の女性はアメリカ人で、メーガン、通称メグという名前で、黒人とのミックスです。仕事は俳優で、ネットフリックスの人気ドラマスーツのヒロイン役を演じています。2011年から2018年まで続く長寿ドラマで、全部見るのは大変です。私も途中飛ばし飛ばし見ていました。さて、2人ははじめ一日中メッセージを送り合いました。彼女は撮影の休暇中でイギリスを訪れているところでした。彼女が帰国する前に会えないかとハリー王子は頼みました。ハリー王子は今までパパラッチに散々写真を撮られてきた人生だったので、写真を撮られないように僕の家に来てくれないかと誘いました。でも初めてのデートで男性の家に行くなんてとメグさんが言い、彼女のイギリスのオフィスに行くことになりました。出会いが舞踏会や森の中ではなくインスタなんて、王子様も現代的ですよね。その待ち合わせに向かう車が大渋滞にはまってしまい、約束の時間に遅れてしまいます。でも一般の人のように車を降りて走って向かうわけにはいきません。写真を撮られたらプライベートがそこで終わってしまいます。それに3人のボディーガードもいます。王子様は人と会うことすら大変です。メグさんの帰国前に2人はもう一度会い、その時に夏に再会する計画を立てました。ハリー王子のお気に入りの場所、ボツワナで会おうということになりました。大自然の中で過ごした時間は夢のような時間でしたが、短く2人は遠距離恋愛になります。ハリー王子のスマホが水没して、思い出や連絡先が失われるハプニングもありました。ハリー王子が国境を越えるときは、相手の国の警察に通知があったり、ボディーガードを入れ替えたりしなければならず、カナダに住むメグさんに会いに行くことは容易ではありません。メグさんはドラマ撮影をフルタイムでこなしながら国を越えて会いに行きました。彼女にとって負担が大きかったけれど、他に選択肢がありませんでした。ハリー王子はお兄さんのウィリアム王子夫妻にドラマスーツの俳優と付き合っていると話しました。お兄さん夫妻は熱心なスーツの視聴者でした。イギリスの王子様たちもネットフリックスのドラマを見るんだと親しみを感じちゃいますね。ハリー王子はおばあさんのエリザベス女王にもメグさんを紹介します。みんながメグさんを褒めてくれました。メグさんはそれまでイギリス王室に興味を持ったことがなく、ハリー王子と交際してからも Google 検索をしていない様子でした。お父さんである今のチャールズ国王と再婚したカミラ夫人にも紹介しました。
チャールズ国王はメグさんの受け答えに感心していました。ハリー王子がカナダのメグさんを訪ねたこともあります。2人はハロウィンの仮装をして街に出ました。仮面をしているので誰も自分たちだと気づかない。その状況にいつもこの仮装をしていたいと思いました。そしてついに自分たちの関係が公になりました。すぐに人種差別がメディアで繰り広げられ、ハリー王子はこんなことが自国で繰り広げられるなんて怒りを通り越して恥ずかしく思いました。メグさんと黒人である彼女の母親をメディアの侮辱的な攻撃から救うために弁護士と何度も協議しました。メグさんがイギリスの城の最寄りのスーパーで食料品を買っていた時、男たちに囲まれて名前を大声で呼ばれ、写真を撮られ、つけ回されました。アメリカのドラマの撮影をした帰りにパパラッチの車数台に追跡され、恐ろしさからハリー王子に電話したこともありました。イギリスにいるハリー王子は何もできず、自宅に向かうのではなく、落ち着いて安全運転で警察に向かうように伝えるしかありませんでした。殺害予告の脅迫などでメグさんの撮影現場が封鎖されることもありました。メグさんは自宅のブラインドを何ヶ月も開けることができませんでした。メグさんにプロポーズするのに女王の許可が必要と知ったハリー王子はエリザベス女王に許可を求めました。もしダメと言われたらメグなしには生きられないのにどうしたらいいのかと心配していましたが、女王はイエスと言ってくれて嬉しくて祖母を抱きしめたかったけど我慢したそうです。メグさんはドラマスーツの仕事や役柄のレイチャルが好きだったけれども、俳優業を続けるのを諦めました。ハリー王子はダイアナ元妃のブレスレットのダイヤモンドから指輪を作ってもらい、家の庭でメグさんにプロポーズしました。メグさんの母親とすでに離婚しているメグさんの父親にもパパラッチがつきまといました。ウィリアム王子夫妻とハリー王子カップルの4人をマスコミがファブ4と呼び始めました。日本語で言うと素敵な4人組というような感じです。一方でこの頃世界的に起こった MeToo 運動にメグさんが賛成を表明し、ウィリアム王子の妻ケイトさんが表明しなかったことからマスコミが2人を比較し始めました。ちなみにケイトというのは愛称で、日本のメディアではキャサリン妃と呼ばれています。結婚式の準備の頃、ドラマスーツでもメグさんの役柄のレイチェルが結婚しました。結婚式の音楽を決めるために、父であるチャールズ国王とメグさんがベートーベンやショパンの話で盛り上がりました。ハリー王子も知らない父親の一面をメグさんが引き出し、チャールズ国王もメグさんを王室の姫として扱い、絆が深まる様子を見てハリー王子は嬉しく感じました。ハリー王子がひげを剃らずに結婚式を挙げていいと女王から許可を得たと知った兄のウィリアム王子は、自分はひげを剃らなければならなかったことを皮切りに、今まで王位継承者として我慢してきたこと、弟がその重荷を負うことなく許されていることの長年の不満が怒りに変わり、結婚式でひげを剃るか剃らないかで喧嘩になってしまいました。これはお兄さんの気持ちも痛いほどわかりますよね。いえ、わかるなんていうのはおこがましいんですけれども、想像に難くないというか、普通の兄弟姉妹の上の子と下の子でも起こり得そうな感情ですよね。その上、この2人は生まれた時から後継者とスペアという極端な立場に置かれて強制されてきたわけですから、どれほどの我慢を強いられてきたことかと思います。2人ともあまりに重い運命の星を背負わされて本当にかわいそうになってしまいます。ダイアナ元妃もどれほどこの2人の少年青年を可愛がりたかったことかと思うと気の毒でなりません。王子様たちだけに限らず、王様やお妃様たちもそれぞれの立場ですごく苦しんできているだろう様子がこのエッセイの端々から感じられました。ところでこの後も兄弟間や親子間の口論のような描写がたくさん描かれますが、この動画ではこの一つの例だけに留めておきます。さて、エリザベス女王は直接ハリー王子とメグさんを自分の部屋に呼んで結婚式で使うティアラを選ばせてくれました。メグさんのためにあつらえたかのような似合うティアラに決めました。
しかしティアラを保管しているスタッフの女性が反発してなかなか送り届けてくれず、衣装合わせができませんでした。この後も王室家族付きのスタッフたちによって家族のいざこざがたくさん引き起こされます。でもこの動画ではこれらスタッフとのディスコミュニケーションもこの一つの例にとどめておきます。さて、結婚式は殺害予告などもありテロの対象になると言われましたが、ハリー王子の王位継承順位が6位なので大掛かりな警備はつけられないようでした。安全のためにハリー王子は軍の友達に頼みたいくらいでした。メグさんの父親がネタを雑誌に売ったなどのトラブルで、結婚式の1週間前、メグさんは強いストレスを抱え対応に多忙を極めていました。さらにブライドメイドのドレスの仕立てのことで義理の姉になるケイトさんと口論になりへこみまくっていました。この本は読んでいて本当にドラマスーツのように次々とトラブルが起こり、エピソードが絶えないなと思うエッセイ本です。結婚式ではメグさんの父親がドタキャンしたのでチャールズ国王が代理でバージンロードを一緒に歩きました。メグさんの公務が始まりました。メグさんとエリザベス女王はうまくいっていました。しかしメディアからは帽子の着脱のタイミングや行事に合わせた衣装の色などメグさんは教えてもらう機会がなかったためマナーがなっていないなど批判され同士でした。ただ海外訪問の公務ではメグさんのスピーチは素晴らしく絶賛されました。しかし帰国すると元通りまたメグさん叩き再開です。アボカドを食べているだけで写真に撮られ、アボカドの生産は環境破壊につながりテログループの温床になるとメグさんがそれらの元凶のように書き立てられます。他の王室メンバーがアボカドを食べてももちろんそんなことは言われません。服が良くない、マニキュアの色が良くない、お辞儀がなっていない、車のドアを自分で閉めたなどあらゆる行動が批判されます。挙句に住居の上からヘリでパパラッチされ始めました。メグさんは命を絶ちそうになるほど追い詰められていました。さらにメグさんが実の父親に出した手紙がメディアで取り上げられ、内容を編集されて世間に冷たい印象を与え、その上筆記からメグさんの性格は感情的で制御が効かないなど悪行増言を書かれまくります。結婚式のデコレーションで子供が食べると毒である水仙が少し使われていたことでアレンジした青果店ではなくメグさんが責められたこともありました。今までの結婚式でも同じ花は使われ、その時の花嫁たちが責められることはなかったのに、ハリー王子夫妻はあまりにひどいメディアの報道に提訴したいと考えるようになりました。メグさんは第一子を出産しました。アーチーくんです。アーチーくんをハグした時、ハリー王子は母であるダイアナ元妃がどれほど孫をハグしたかっただろうと思いました。ハリー王子夫妻はエルトン・ジョンに会った時、メディアを提訴したいと考えているという話をしたら弁護士を紹介してもらいました。そしてメグさんを苦しめるタブロイド紙を提訴しました。訴訟に関連して家族に相談したくても、王室内では父であるチャールズ国王や祖母であるエリザベス女王との間にスタッフが介在しており、彼らの協力が得られず家族間の意思疎通は悪くなっていきました。兄であるウィリアム王子ともメールで口論になりました。ハリー王子一家はメディアの攻撃から逃れるためカナダ・バンクーバーの人里離れた家へ避難しました。6週間は平和に過ごせました。しかし家に面した海から大量の望遠レンズで狙われることになりました。ニュージーランドか南アフリカかどこか王室の位を失っても平和に生活できる場所はないだろうかとハリー王子夫妻は考えるようになりました。祖母と話したくてエリザベス女王と個人的に約束した面会がスタッフに阻まれてかなわず、父親もスコットランドに出張していて話し合いませんでした。ハリー王子夫妻は自分たちのスタッフの協力のもと行為を退くと声明を作成しインスタで公表しました。その後王室の家族とそのスタッフたちとの会議で、今まで通り王室に属して公務を行う1のパターンから完全に離脱する5のパターンまで5段階のパターンのどれにするかを話し合いが行われました。
ハリー王子一家はカナダに住めるといいと思い、家を探し始めました。メグさんは警備が外されないかと心配していました。ハリー王子はこれほど敵対的世論に狙われているのだし、約20年前のダイアナ元妃のメディアの攻撃による事故死のこともあるので、警備が外されることは決してないと考えていました。しかし政府によって警備は外されてしまいました。ハリー王子は慌てて警備の見積もりをかき集め、その年間の費用が600万ポンドかかることが分かりました。日本円で約10億円です。この頃、コロナパンデミックでカナダが国境封鎖をする可能性が出てきました。移動できなくなってしまうので、どこかにすぐ移住しなければいけません。映画監督のタイラー・ペリーとフェイスタイムで話している時、ハリー夫妻の様子を心配した彼は、仕事で空けているアメリカの自邸を使ってと申し出てくれます。なぜそんな親切をしてくれるのかと尋ねると、タイラー・ペリーは自分の母親がダイアナ妃を好きだったからと話してくれました。タイラー・ペリーの家は広く豪華なアートや調度品がありました。その庭で赤ちゃんのアーチーくんは初めて立ち上がり歩くようになりました。アーチーくんが執着するあるアートがありました。メグさんがよく見ると、そのアートにはダイアナと書かれていました。そう、ハリー王子の母親の名前だったのです。せっかく貸してもらったその家も6週間後パパラッチに見つかってしまいました。ドローンやヘリコプターが飛び交うようになり、庭を囲むフェンスも破られました。ハリー王子一家はすぐに家や警備を探さねばなりませんでした。時を同じくしてハリー王子は王室から解雇されると知らされました。今まで自分の家の鍵を持ったこともなく、車を所有したことも、アマゾンの箱を受け取ったこともなく、好んでその依存的な立場になっていたわけでもないのに、何十年にもわたって自立の術を奪われてきた人が急に自立しろと世間の荒波に放り出されたのです。最近テレビでヘーゲルの精神現象学についての講義を見ましたが、その中で奴隷を雇っている権力のある方が実は奴隷に依存している存在だったのだという立場逆転の話がありました。まさにそれを体現したようなエピソードですね。ハリー王子夫妻は新居を決め、住宅ローンを組み、13個のスーツケースで引っ越しをしました。メグさんは雑誌社との訴訟で関わった彼女の友人たちを救うため、夜遅くまで訴訟関係の作業に取り組みました。そうした強度のストレスのため出血し流産してしまいました。ハリー王子夫妻は小さな亡くなった胎児を埋葬しました。ハリー王子とお兄さんのウィリアム皇太子、お父さんのチャールズ国王は話し合いながら関係を模索します。ハリー王子夫妻はいくつかの仕事も得てセキュリティ代も賄えるようになりました。やがて夫妻に女の子の赤ちゃんリリーちゃんが誕生しました。ハリー王子は君を守るよと思います。4人家族の暮らしが始まりました。メグさんはハリー王子に言いました。スペアじゃないよ